皆さんこんにちは、のばなです。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。アメリカに来てからというもの、日本のものが恋しくて、初めて一人でおせちを準備してみました。アメリカで迎える初めての大晦日。ドイツではカウントダウンと同時にすごい花火と爆竹でうるさくて眠れませんでしたが、アメリカの大晦日はどんな感じでしょうか。毎年年末年始は日本で過ごしたいと思いつつ、もう10年以上その夢は叶っていません。でも家族が元気で過ごせていることに感謝しながら、年越しそばを食べて新しい年を迎えたいと思います。更新頻度はドイツにいた時より少ないですが、今年も私の動画を見ていただけると嬉しいです。2025年はどんな1年になるでしょうか。ネット上では7月5日がああだこうだと騒がれていますが、私は今まで隠されてきた真実がどんどん表に出てきて、日本人が自分の国を誇ることのできる素晴らしい国となっていくことを願うばかりです。今一度自分は日本人として何ができるのか、日本という国に生まれたことに感謝するだけではなくて、貢献できることは何かを考えていきたいものです。ドイツとアメリカの何が違うって、まず車の大きさが全然違います。こんなに大きかったら燃費悪いんやろうななんて思ったり、ガソリン代は安いですが自動車保険が高いみたいなので、車維持は大変やなと思います。一家に3台も4台も必要だとしたら、一体いくらかかるんでしょうか。謎です。さてこのお店、かわいい雑貨が多くて何時間でも滞在してしまいそうです。クリスマスの1週間前くらいにこのお店に来たのですが、クリスマスがまだ来てもないのにクリスマス商品全品半額だったんですよね。アメリカに住んでいると定価で買うのはもうないなぁと思うようになります。アメリカらしいマグカップですね。ちょっと面白いのでドイツに持って帰ってもいいかもしれません。先ほどクリスマス商品が全品半額になっていた話をしましたが、イベントごとに大量のものが売られ、そして半額、70% 引き、90% 引きになっていくのを見ます。じゃあ一体原価はいくらなのかななんて考えてしまいます。そんなに物って必要なのかなと思ったり、ただ単に広告や SNS、世間が騒いでいるイベントに流されて買うだけ買って最終的には捨てる。本当に必要なものはもうすでにあるのではと、これ欲しいって思った時に立ち止まるようにしています。私にももちろん物欲があるので、あれもこれも欲しくなるのですが、できるだけ世の中を良くしたいと思っている会社や人にお金を使っていきたいなと思います。今日の目的は娘のお絵かきセットなので、このキャンバスを買ってみようと思います。はい、何買いますか？じゃあこれでちょっと楽しもうか。これ一個オーマーに置く。
まやな、これ布だけ買ってあれやん、なんか袋とか作れるやん。アメリカに来てからというもの、キティちゃん製品をよく見ます。サンリオのキャラクターが人気みたいですね。キティちゃん1974年生まれなんだとか。年上だとは知りませんでした。来月バレンタインデーがあるからか、ものすごいハートだらけでびっくりです。ドイツではバレンタインでここまで雑貨は売られていた記憶がありません。バレンタイン当日にお花屋さんに行列ができていた記憶はあります。アメリカのバレンタインも男性が女性に花束やチョコレートをプレゼントするのでしょうか。日本だけ逆でちょっと不公平ですよね。アメリカ人ってイベントごとにいくらお金使うんでしょうか。クリスマスなんて本当にいくら使うのか知りたいです。私たち夫婦はプレゼント交換することもなく、子供たちに一つずつプレゼントを渡して終わりました。久しぶりにトレーダー上手にやってきました。実は2月に1週間だけ一人で日本に帰ることになったので、お土産をいくつかここで買いたいと思います。今回は母と城崎温泉に行こうと思っています。城崎温泉、多分10歳くらいの時に一度行ったきりなので、約30年ぶりですね。母との時間を大切にしたいと思います。皆さんは城崎温泉に行ったことはありますか？この時期だとカニが美味しいですよね。今回は母とゆっくりと温泉に浸かりながら、親子水入らずで日本滞在を楽しみたいと思っています。2月の日本、めちゃくちゃ寒そうですが、寒い時期だからこそ美味しい日本食を思いっきり堪能したいと思っています。夏休みの時期に日本に帰ろうとすると、航空券が1人1500ドル以上するのですが、今回は羽田空港まで約850ドルで済みました。850ドルも大金ではありますが、会える時に会っておきたい人がたくさんいるし、お礼を伝えたい人もたくさんいるので、思い切って日本に行くことにしました。この気持ちを理解してくれる家族には本当に感謝です。さて、話は変わりますが、8月から4毒と言われているものを基本的に避けています。グルテン、甘いもの、植物性の油、乳製品の4つなのですが、これらをできるだけ取らないようにして約5ヶ月が経とうとしています。と言いながら今チーズを手に取っています。と言っても今現在どこかの調子が悪いわけではないので、基本的に4毒を避けてはいますが、月に1度くらいは何でも食べるようにしています。息子が餃子が大好きなので、これを2袋買っていこうと思います。ちなみに娘は全く餃子を食べません。兄弟で好みが違いすぎて笑けてきます。めっちゃピッケルボールの人やな。
真向かいに住むご家庭のお子さんがよくうちの子供たちと遊んでくれます。彼はアメリカ人なので私にもよく英語を教えてくれますし、子供たちも彼とは英語で会話するので本当にたくましいなぁと思います。ドイツ語と日本語と英語ができたらどれだけ人生が楽しくなるか。たくましく、そして誠実に謙虚に、子供たちには幸せに生きていってほしいものです。私も今自分にできることをコツコツやっていこうと思っています。焦らずにゆっくりと。4読抜いてますと言いながら、なんとコストコで日本のバウムクーヘンを買っちゃいました。何やってんねんって感じですよね。まあ年の初めにバウムクーヘン、縁起良さそうじゃないですか。と言っても丸々1個はさすがに食べません。みんなで分けていただきます。米粉のバウムクーヘンとかもあるんですかね。もしあったら日本で買ってみようと思います。とりあえず今年も健康第一に、家族全員元気に過ごすことが目標です。アメリカに引っ越してきてからも引き続き応援してくださっている方々には本当に感謝しています。残りの2年半もアメリカでの様子をお届けしていきますが、時々インスタで顔出しでライブもするので、よかったらお話にお付き合いください。2025年皆さんが楽しく健康に過ごせますように心から祈っています。私も冷たいコメントにへこたれず、学ぶべきことはしっかりと学び前進していきたいと思います。人生山あり谷あり、いろいろあるからこそ人として成長できるんだと信じて、この1年も YouTube 頑張りたいと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。